ばんは、ゆうかです。今日はなんでこんな格好をしているかというと、キットにちなんだコスプレをしているからです。コスプレの衣装代としてスパチャをくださいました抹茶さん、みんさん、本当にありがとうございます。さて、今回作っていくキットはこちら、30 minutes プリンセス綾波レイプラグスーツバージョンです。こちらは2025年10月25日本日発売で、朝並んで買ってきました。30 minutes シスターズも作ったことがないので、バンダイのビプラがどんな感じかとっても楽しみです。この動画では組み立てている時のポイントや完成後のキットのポージングのご紹介をしています。よかったら最後まで見てください。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。ランナーは顔パーツも含めて10枚。思ってたよりずっと少ないです。他に入っているものは水転写デカールが1枚、シールが1枚、1枚綴りの説明書が1枚入っています。ぱっと見の難関は顔の水転写デカールくらいかな。それでは組み立てていきます。まずは顔です。パーツを並べてみました。印刷済みの表情パーツが2つ、のっぺらの顔が3つ。このプリントされているお顔を近くで見ると、瞳の描き込みが本当に繊細で美しいです。ただ顔パーツの横にゲート跡が来るので、ここは綺麗に処理してあげたいなと思いました。そして驚くのが水転写デカール、なんと16種類もあってびっくり。この中から3つを選んで貼らなきゃいけないんですよ。初っ端からデカール貼ることになりますが、どれを貼ろうかすごい悩む。とりあえず歯を食いしばったような表情から作っていきます。この歯のパーツ、裏からはめ込むんですが、あまり見えない部分なのに作りが細かいですよね。この表情には睨んでいるような目の一択かなということで、デカールを貼る作業へ。あ、しまった、あれだ、マークセッター。デカール久しぶりすぎてすっかり忘れてました。危ない。目のくぼみにマークセッターを塗ってデカールをスライドさせる。これが地獄の始まりでした。位置の決定が難しすぎる。くぼみに合わせればいいという単純なバランスでもなさそうで、すでにプリントされている顔と比べて目の位置を必死に模索。これでいいのかな。すごく不安だよ。難しすぎ。 X で紙をつけてからの方がバランスが取りやすいよとアドバイスいただいたのですが、残念ながらこの時はアドバイスを見る前、自分なりに逃げちゃダメだと唱えながら位置を決めて貼りました。どんな具合に貼れたかはポージングシーンを楽しみにしていてくださいね。気を取り直して他のパーツを組んでいきます。頭のこれは紙の内側から別パーツではめ込む作りになっています。小さいパーツもしっかり色分けされていて嬉しいし、内側から入れ込む作りなら外れてパーツ紛失する心配がないのもズボラな私には嬉しいポイント。紙パーツと顔パーツを合わせたら、はい、頭ができました。頭だけなのにもうすでに可愛すぎる。この髪の束感や毛の流れがまさにエヴァの綾波そのもので最高です。まだ序盤なのに全体像への期待が爆上がりしました。次はボディです。パーツは27個。この赤いパーツがすごいちっちゃかったのでなくさないように注意です。ボディは大きく分けてバストアップと胸から下の2分割で構成されています。前回作った寿屋さんの美少女プラモはもっと細かく分割されていて可動域も広かったんですが、このキットは価格が抑えられている分、可動域とパーツ数を絞って組みやすく構成されている印象を受けました。そのおかげで顔のデカールで苦労した分、こちらはサクサク組めて助かりました。なんといってもプラグスーツのツヤ感をしっかり表現しているのが素晴らしいです。成型色でこの滑らかな質感を再現しているのがバンダイさんのこだわりを感じます。塗り分けも細かくてシールは1箇所のみでした。はい、ボディができました。見てください。
このツヤ感と滑らかな女体の曲線。胸はもっと小ぶりな印象でしたが、意外とたわわですね。胸元の00はシールですが、後ろの0は形成色による色分けになっているなど、細かいパーツもしっかり塗り分けされていて素晴らしいです。こんな感じに動かすことができます。今日のおやつはこちら、セブンイレブンのパンプキンモコ。 X で見てからどんなか気になってたんです。柔らかいそうなので気をつけて食べたいと思います。いただきます。美味しい。割とちゃんとかぼちゃ。ちょっと落としそうで怖い。中はこんな感じ。シュークリームみたいな感じかな。周りの皮はもちもちしてます。美味しい。実はエヴァにちなんでリンゴにしようかと思ったんですけど、食欲には勝てなかったです。私は特にハロウィンに興味があるわけではないんですが、かぼちゃのお菓子が大好きなので、この時期は食べたいものがたくさんあって困っちゃいます。このパンプキンモコは税込み248円でした。もし皆さんのおすすめのかぼちゃスイーツがあったら、ぜひコメントで教えてください。コーヒーと合うんだ。ホットコーヒーを飲むとポカポカする。動画を見てるみんなにもポカポカしてほしい。すごい甘くて、いや、言うほど甘くなかったわ。しつこくない甘さでとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。次は腕です。上が右腕、下が左腕、片腕のパーツは16個、そのうち5個が付け替えのハンドパーツになっています。さて、ここでお恥ずかしい話なんですが、実はパーツを切り出す時にハンドパーツを破損させてしまいまして、映像には映ってませんが、アロンアルファで必死にくっつけました。このツヤのあるパーツは硬さがある分、ちょっと割れやすい感じがしたので、これから組む方は切り出す時に気をつけてくださいね。ただパーツ数は少ないのでサクッと組むことができます。関節パーツの方向にだけ気をつければ大丈夫です。はい、腕ができました。マットな黒と光沢のある白のコントラストがとても美しいです。片腕で2箇所ずつ、手首の黄色い部分はシールで再現されています。さて、気になる可動域ですが、肘はここまでしっかり曲がります。手首もこのくらい動かすことができるので、ポージングの幅がぐっと広がりそうです。最後に足を作っていきます。上が右足、下が左足、それぞれパーツ数は13個です。足も腕と同様、関節の方向にだけ注意すれば難しいところはありませんでした。ここでちょっとだけ今映画館で上映されているエアー真心を君にを見た感想を挟んでもいいでしょうか。実は私、エヴァはエアー真心を君にが最高だと思ってたんですが、今回見直してその感想が変わってしまったんです。もちろん作品としては素晴らしいんですが、何度も見ている作品なのに私が遅いになってしまったんでしょうね。ちょっと寂しいです。登場人物が誰一人大人じゃない。シンジは構ってくれれば誰でもいいし、玄道はユイに会いたい一心で育児放棄。大人になってみると誰にも感情移入できなくなっていました。何より LCL 化するシーンを見て、若い頃は自分なら最後は当時付き合っていた彼氏に会いたいななんて思ったりしていたのに、今は誰の顔も思い浮かばなくて、そんな自分にゾッとしました。でも11月14日から始まる新劇場版の上映も当時とまた違った気持ちで見れそうで、とっても楽しみです。皆さんもぜひこの機会に映画館に見に行ってはいかがでしょうか。はい、両足ができました。全体的にツヤのあるパーツで構成されていて、プラグスーツのぴったり感がしっかり再現されています。この細い足のラインから
お尻の膨らみへの曲線が本当に素晴らしいですね。太ももサイドの黒いラインがシールではなくパーツ分割で再現されているのも嬉しいこだわりです。膝の可動域はここまでです。これ以上は曲がりませんが、立ちポーズの美しさを重視した造形でしょうね。足首も動かすことができるので設置性は良さそうです。すべてのパーツができたので合わせてみます。はい、綾波レイの完成です。皆様大変お待たせいたしました。ポージングのお披露目です。まずは基本の立ち姿、担保印刷の横目線の表情で立たせてみました。頭が大きいので直立の自立はやや不安定かなという印象ですが、見てください、この細いシルエットがエヴァの作画そのものの美しさ。プラグスーツの光沢も最高です。少し動きをつけるだけで印象が変わります。これは楽しいぞ。私は人形じゃない。ごめん、今だけ許して。腰が S 字にカーブした作りなので、このように後ろで手を組むこともできます。ただこういう足元が不安定なポーズの時は、寿屋さんのビプラのようなつま先の可動が欲しくなっちゃいますね。スタイルが良すぎてどの角度で撮っても美しいんですが、見てください、このお尻の丸みと太ももの曲線、素晴らしい。プラグスーツへのこだわりを感じます。ローアングルから撮るとさらに足が長く見えていいですよね。決してやましい気持ちはないです。本当ですよ。ここで表情をもう一つの担保印刷のものに付け替えました。両膝を曲げて膝立ちポーズなんですが、膝はここまでしか曲がらないのはちょっと残念ポイント。女の子座り的な足を崩した座り方も股関節の可動が狭くて無理でした。これは可動域より造形美優先のキットという印象ですね。あなたが落としたのは碇くんの S ダット、それとも碇司令の割れたメガネ？この2つを綾波のキットに付属させるチョイス、えぐいです。さて、このキットの最大のサプライズとも言えるのがこちら、体育座り用の交換パーツ。胸下から膝までのパーツをこれにまるっと付け替えます。黒いラインもパーツ分割で再現されていて造形が大変美しい。おっと、転がってちゃう。いや、本当に作りが細かいですね。際どい部分まで。ごちそうさまです。顔はデカールで貼ったものに付け替えました。あえて体育座りの専用パーツを用意するバンダイさんの並々ならぬこだわりを感じます。こういう時どんな顔すればいいかわからないの。そりゃそうだという茶番ですが、このちょっと頬を絡めた表情もまたいいんですよね。これは膝を抱えて寝転がる綾波。これはハロウィンジャンボもビッグ当選ならず絶望する綾波。体育座りじゃなくてこのポーズがお尻の美しさをめでるには正しいのかもしれません。いや冗談ですよ。あんた今朝のパンツの隙間なんてね。表情を睨み顔に手をビンタしているようなポーズにしてみました。プラグスーツだとパンツは見えないけどボディラインがくっきり出て、それはそれでいいです。背中の 3mm 穴にアクションスタンドを取り付けてロンギヌスの槍を持たせてみました。ちなみに手前に映ってるのは古い iPhone で、顔が暗くならないようにライトで照らして撮っています。表情はデカールで貼った地留めに付け替え、顔の付け替えは前髪とサイドの髪もばらけてしまってちょっとしにくかったです。肩周りの可動は少しぎこちないですが、このように腕を上げたポーズも可能。ただ肩を動かすと肩の付け根近くの黄色いパーツがとても取れやすかったので、パーツの紛失には注意です。個人的には専用のスタンドもつけてほしかったなぁと思います。しつこいわねばあさん。あとちょっとだけ付き合って。
もしかして左目のデカールがずれてるせいで不機嫌なのかもしれません。スタンドなしでも槍を持って自立できますが、このまま語るのは安定感がなく不安ですね。最後に可愛い表情で可愛くポーズをお願いします。個人的には綾波はじとめでポーズも動きがない方が綾波っぽいと思うんですが、やはりビブラはこうでなくっちゃ。皆さんだったらこの綾波にどんなポーズを取らせたいですか？ぜひコメントで教えてくださいね。というわけで今回は13 minutes princess の綾波レイプラグスーツバージョンを作りました。思っていたよりも難しいところがちょこちょこあったり、造形がとても美しかったり、想像以上に組み立て楽しむことができました。キットの名前にも新エヴァンゲリオンって書いてあるので、今後アスカだったりとかマリも発売されるんじゃないかなと思っています。今回買おうか迷ってた方、少しでもこの動画が参考になりましたら幸いです。最後まで見てくれてありがとうございました。またコスプレして撮影してほしいなって思ってくださる方はチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。またこの動画の感想もコメントでぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回数億年ぶりにコスプレしたのですが、いかがでしたでしょうか？面言配信で衣装の相談もしてこれにしたのですが、制服やプラグスーツをチョイスしなくてよかったなと思います。もういい年すぎて見た目しんどかったので、純正衣装じゃない方が私のパチモン感が馴染みました。今後もコスプレしてほしいと思ってくださる方は動画の高評価必須でお願いします。